前回の最後にキューリズムのやつで、角の向こうから歩いてくる別の観測者の宇宙はどうなってるかって言って終わったじゃないか。そうだね、言ったね。あれ、俺ずっと考えてたんだけど、そもそもの話、量子力学って観測した時のことしか言ってないんだよな。観測していない時の電子はどこにいるのって聞いても、ここら辺にいるっぽいというだけで、量子力学は実は何にも答えてないんだぜ。慎重な物理学者ならその質問には何も答えないわ。量子力学は観測した時に何が起きるかだけを驚異的な精度で予言する。でも観測していない時に何があるかについては一切語らないの。それがコペンハーゲン解釈の公式ルールだからね。やっぱり納得いかないんだぜ。それはひょっとして欠陥というんじゃないのか。みんな分かってて黙ってる時点でもういろいろおかしいんだぜ。違うの、それが量子力学の設計なのよ。観測した時のことだけを語りながら、それでも完全な理論だと考えられている。完全じゃないのに完全ってことになってる。完全って言葉の意味がわからなくなってきたんだぜ。そうでしょうね。じゃあ前回の続きから始めましょうか。デコヒーレンス理論の確率によって月は誰も見ていなくてもそこにあるというアインシュタインの主張は量子力学の視点からも完全に正しいことが証明されたのよ。波動関数が環境との相互作用で収縮するってやつだろ。月が見てなくてもそこにあるのは宇宙空間にある月が常に環境そのものに観測されてるからだ。そうだね。もう少し詳しく言うと、量子系が環境と相互作用するにつれて重ね合わせ状態が段階的に失われ、古典的な状態に落ち着いていく過程のことなの。月が重ね合わせに見えないのは、月を構成する無数の原子が空気や光子や宇宙船と四六時中相互作用しているから。その相互作用があまりにも早すぎて重ね合わせが即座に失われるのよ。なるほど。観測なんて大げさなものじゃなくて、ただの相互作用が起きた時点で古典的な状態になるってことか。あれ、でもさ、デコヒーレンスってだけで月はもう確定してるんじゃないの？不可逆な物理的相互作用なのに、なんで四六時中相互作用してることになってんの？鋭いね。デコヒーレンスが不可逆なのは月が固まったからじゃない。月が環境に対して、ほら、これだけの原子でこの位置にこんな形に集まってこんな見かけをしてるよっていう情報をばらまきすぎて、波、重ね合わせに戻るための道筋を統計的に完全に失ったということなの。統計的。例えばね、インクを海に落としたら二度と一滴のインクには戻せないでしょ。でもインクの分子自体が消えたわけでも動かなくなったわけでもないよね。あ、絶望的に重ね合わせに戻れる確率がゼロってことか。なるほど。そう、月の情報を運んだ光子は宇宙の彼方へ飛んでいってしまう。アインシュタインが見た月は月と物理的相互作用した光子を見てるんであって、光子もまた相互作用の連鎖に使われ続ける。そうか。情報を一方通行で全方位に向かって投げ続けているから、月が月であり続けるためにずっとデコヒーレンスを繰り返していると。そう、月は1秒間に何十兆回も周囲の粒子と相互作用して情報をばらまき続けてる。いわば宇宙という OS が月の存在を爆速で上書き保存オートセーブし続けてるようなものね。なるほどな。じゃあもう解決じゃん。アインシュタインの言う通り、月は客観的な実在としてそこに居座り続けてる。観測者、人間が出る幕なんてねってことだ。デコヒーレンス万歳。でもね、物理学者がデコヒーレンスを愛するのは、それが人間なんていなくても宇宙は勝手に動いているという客観的な免罪符になるからよ。それじゃダメなの？環境が四六時中観測者やってるから月が実在してるってことだろ。これが仕様なんですって言われても納得感あるぜ。ところが仕様、つまり設計思想が全く違う OS、量子論 QFT ってのがあってだな。QFT では空間は月も空気も光子も全て地続きの場なんだよね。どこからが月、量子系でどこからが空気、環境かなんて厳密な境界線はどこにもないの。ってことは QFT が宇宙を仕切り直したせいでデコヒーレンスでも月の実在を証明できなくなったってこと？そうなのよ。QFT のラグランジアンをまっすぐと
解いていくと月と環境、そしてそれを見ているはずの観測装置までがただ一つの巨大な重ね合わせの波に取り込まれて無限に複雑化していくだけってことになるの。つまりデコヒーレンスが言っている環境に情報が漏れるというのは、システム内部で情報の複雑な絡み合い、エンタングルメントが爆発的に増えただけのこと。部屋が散らかりすぎてどこに何があるかわからなくなっただけで、部屋の中の重ね合わせ自体は実は1ミリも減っていないのよ。うっそー。デコヒーレンスは実験で証明されたんだぜ。どんな実験か知らんけど、ある種の実験でそれが実際に確かめられた。光子を壊さずに観測するという変態的な実験でね。超高反射率の鏡で作った箱の中に光子を閉じ込めて、リュードベリ原子という特殊な原子を通過させることで光子に触れずにその状態を読み取ることができたの。重ね合わせ状態が環境との相互作用によって段階的に崩れていく様子をリアルタイムで観測することに成功したのよ。ボーアが崩壊という魔法の一言で闇に葬ったプロセスをスローモーションで見せてやったってことか。完璧な表現で2012年のノーベル物理学賞よ。2012年 QFT がヒッグス粒子発見で最強の理論として完成したことになってるのと同じ年じゃねえの。完璧な実験でボーアのデタラメを暴いて、もう一方でそれが成立しない宇宙を作り出してる。どういうことだぜこれ。完全におかしなことになってるじゃん。その通り、デコヒーレンスは波を複雑にして隠すことはできる。でも QFT という地続きの OS の上では情報のゴミを宇宙の外に捨てることはできないのよ。複雑に絡み合ったエンタングルした情報の糸が宇宙の果てまで伸びていくだけで、波としての性質、重ね合わせは理論上一滴も減っていないことになる。じゃあセルジュ・アロ氏2012年のノーベル賞ってのは、私たちがなぜ現実が一つだと錯覚してしまうのかという騙しの手口を解明した賞。じゃあ現実が一つに見えてるだけという問題は残ってるぞってこと。そういうこと。デコヒーレンスは重ね合わせが崩壊するプロセスを実験で証明して説明しただけなの。アインシュタインの言い分が正しいというのはこのプロセスで完全に説明できる。でもなぜ結果が一つの現象に決まったのかという、重ね合わせの崩壊というシュレディンガー方程式に矛盾する点については何も説明してないのよ。これを測定問題というわ。なんだよ、ボーアがよくわかんないからしようってことにした一部分を明らかにしただけのコペンハーゲン解釈じゃん。でもその手口が QFT という OS に乗った瞬間、じゃあ誰がこのどこにも行き着くことのない巨大な重ね合わせの連鎖に終止符を打つんだという問いが逃げ場のない怪物になって蘇ったのよ。アロ氏の実験が見せたのは現実が確定する瞬間じゃなくて、現実が確定したと思い込まされるための演算プロセスだったってことかよ。そう、QFT から見ればそういうことになる。干渉が消失した混合状態になっただけで、現実化そのもののプロセスを全て言い表したものじゃないってこと。でも QFT の数式をどこまで解いても、最後にこれだという一つの数字を選び出す関数はどこにも書いていない。数式を信じるなら、宇宙は今も巨大な重ね合わせの波として、ただ複雑にのたうち回っているだけなのよ。こないだまでハートの旋律だったのに、複雑にのたうち回ってるだけって、なんだよその恣意的な印象操作はよ。必定な QFT に訴えられるぞ。じゃあ、俺が見てるこの月は、この地面は、俺自身は何なんだぜ。この問題はすでに数式化されていたの。しかもはるか昔のボーアの相互性が絶頂期だった1932年。1932年、第二次世界大戦すら始まってねえじゃん。最新の QFT とかでコヒーレンスの話をしてたんじゃねえのかよ。カビ臭いんだぜ。数学の神様、ジョン・フォン・ノイマンが量子力学を緻密化する過程で導いていた結論。観測の境界線切断は、測定器でも、目でも、脳でも、どこに置いても数学的には同じ結果になる。ならばこの鎖を最後に断ち切れるのは、物理法則に従わない、抽象的自我しかないって。なあ、その意識が連鎖を止めるなんてのは所詮オカルト全開の話で、物理学が闇に葬ったんじゃなかったのかよ。
そうよ。当時の物理学者たちはこれを黙殺したボーアの使用ですが全てだったからね。そして実際オカルトに転用されて乱用された。だからノイマンはこの解釈を諦めたの。誰もこの鎖の先を見ようとはしなかった。なんかかわいそうだな。数学で真正面から量子力学に貢献しようってのに、バカにされて沈んでいったのか。そうだね。どれだけ量子力学がご都合主義かわかるよね。でも、1961年になって、ノイマンの弟子のような存在だった友人ミグナーが、このバグに物語を吹き込んでしまったの。物語。そう、有名なミグナーの友人という思考実験。箱の中の猫を観察する友人。その友人を外から観察する私。ミグナーはこう突きつけた。もし意識が連鎖を止めないのなら、私は猫の死を見て悲しんでいる友人と、猫の生を見て喜んでいる友人の両方を重ね合わせの波として観測することになる。量子力学はそんな奇妙なことがあっても主要だと言い張るつもりなのか。とりあえず友人と友人のデバッグしないとだな。うわ、想像したら怖いんだぜ。そのワンクッションの変換プロセスがこの物語の深刻さを削ぐんだよね。でもそれもコペンハーゲン解釈を守るために黙殺して今があるんだろ。そう、言い分はわかるけど認めるわけにはいかない。ほんと不思議だねってね。数学的に導かれ、主観的に絶望した1930年代の古い OS のバグが1960年代にパラドックスとして牙を向き、そして2010年代の QFT という最強の OS の上で、もはや逃れられない問いであることが確定してしまったの。物理学がずっと無視し続けたこの崩壊の連鎖を止めるものが意識であるとする理論をノイマン・ミグナー解釈と呼ぶわ。逃れられない。QFT って無限大を繰り込みで消しまくって、すべての問題をもみ消した。何でも計算できる無敵の OS だったんじゃねえのかよ。そうなの。計算予測能力を最強にした代償として、それが何なのか、実在を説明する機能を完全にロストしちゃったのよ。物理学者は、最強の計算機を手に入れた代わりに、自分の立っている地面を失ったの。1932年に予約されていたバグが時を経て熟成されてやがんの。そう、QFT は環境という境界線を消し去り、デコヒーレンスは現実が一つであるという錯覚の仕組みを暴いた。結果として、数学の底に沈んでいたノイマンの鎖が、かつてないほど生々しく浮上してきたのよ。でも逃げ場がないってどういうことなんだぜ。物理学者は頭がいいんだろ。何か新しい設定でこのバグを上書きしたんじゃないのか。したわよ。それがエピソード1の最後に出した多世界解釈 MWI とキュービズム。でもね、この2つの解決策はもはや物理学という枠組みを壊してしまっているの。壊してる。義理科学だろ。そう、コペンハーゲン解釈を守る前提がない。むしろ壊しにいってる。コペンハーゲン解釈が計算のたびに人間による確認待ち、収縮という外部スクリプトを走らせて現実を固定してた。これじゃ演算法律というか論理の一貫性が最悪でしょ。ノイマン・ミグナー解釈は1932年からずっとそれを指摘しているの。だから多世界解釈 MWI はその外部スクリプト、収縮を削除したの。数学という CPU を 100% 分回して無限にマルチスレッド、分岐を立て続けることで待ち時間ゼロの完璧な決定論 OS を構築したノイマン・ミグナー解釈に対して多世界解釈は連鎖を止めない。宇宙全体が重なったままあなたごと無限に分岐し続ければいいというシュレディンガー方程式を根拠にした究極の開き直りってこと。なんだよ、名前はクソインチキ臭いのにめっちゃ筋通ってんじゃん。でも数式はノンストップで動いてストレージが無限に肥大化して俺たちの日常というデータがどこにあるかわからなくなる OS だろ。地獄だな。実はね、多世界解釈って量子力学を説明するときに一番わかりやすいルートとして二重スリット実験とセットで教える学者も多いのよ。あの手垢まみれの二重スリットで。そう、電子を1個ずつ打っても干渉島が出るあれ。コペンハーゲン解釈は観測するまで電子は両方のスリットを通った波だと説明した。でも多世界解釈はこういうの。電子が左のスリットを通る宇宙と右のスリットを通る宇宙が分岐してその2つの宇宙が干渉し合った結果が干渉島として現れる。干渉島は別の宇宙の自分と干渉した結果ってこと？そう、しかもこれコペンハーゲン解釈
釈より説明として筋が通ってるの。コペンハーゲンは波が観測した瞬間に粒になるという謎の収縮を要求する。でも多世界解釈は収縮なんて必要ない。シュレディンガー方程式をそのまま信じるだけ。収縮という魔法の言葉を使わなくていいってことか。そうなのよ。ボーア P の使用ですが一切いらない。そこがエベレットが多世界解釈を提唱した最大の動機だったの。1957年に博士論文として発表したんだけど、当時は完全に黙殺されたわ。またか、ノイマンと同じパターンじゃないか。そうなの。ボーア P の使用です帝国は強固だったのよ。でもね、デコヒーレンス理論が確立された時に、多世界解釈は突然主役に躍り出たの。どういうことだぜ。多世界解釈の最大の弱点はね、なぜ私たちは一つの結果しか見えないのかという問いだったの。全部の宇宙が存在するなら、なぜ俺の画面には一つの結果しか表示されないのか。確かに、分岐してるなら全部見えてもいいじゃん。デコヒーレンスがその答えを出したのよ。分岐した宇宙同士は、環境との相互作用によって互いに干渉できなくなる。つまり、左のスリットを通った宇宙と、右のスリットを通った宇宙はデコヒーレンスによって完全に隔離されてしまうの。だから私たちには一つの結果しか見えない。でも全部の宇宙は等しく実在している。またちょっと待ってくれなんだぜ。コペンハーゲン解釈にとってのデコヒーレンスは崩壊の仕組みの説明だったじゃん。でも多世界解釈にとってのデコヒーレンスはなぜ分岐が見えないのかの説明ってこと。そういうこと。完璧な整理ね。同じデコヒーレンスが解釈によって全く違う役割を担うというのが量子力学の面白いところなの。猫の思考実験から派生したのに長年停滞していた多世界解釈がデコヒーレンスによって一気に現代量子力学の主役候補に躍り出た。実は今の物理学者の間でコペンハーゲン解釈と多世界解釈、どちらが主流かというのは半々に近い状態になっているのよ。100年間コペンハーゲン一択だったんじゃないのかよ。デコヒーレンスが確立されてからは多世界解釈を支持する物理学者が急増したのよ。ボーア P 帝国が初めて本格的な挑戦を受けているの。へえ、なんか戦国時代になってきたな。そうね。ただ多世界解釈にはまだ解決できていない問題が残っているの。デコヒーレンスはなぜ見えないかは説明できた。でも、なぜこの私がこの宇宙にいるのかという問いには答えられないのよ。全部の宇宙に私がいるなら、この私がここにいる理由はどこにもない。じゃあ、たまたまってことか。そう。たまたまに答えを出せないのが多世界解釈の限界なの。そしてそのたまたまに正面から答えようとしたのがキュービズムというわけ。なるほど。キュービズムは必要だったのか。そう。多世界解釈がたまたまで済ませたところをあなたのアクションが宇宙の返事を引き出したという形で答えようとしたのよ。どちらもなぜ一つに決まるのかという測定問題への答えだけど全く逆方向のアプローチなの。多世界は全部ある。たまたまここにいる。キュービズムはあなたが問いかけたからここにあるってことか。そういうことなの。キュービズムは宇宙のシミュレーション自体をやめるという軽量化を選んだわ。CPU を回すのはあなたの経験をレンダリングするためだけ。背景の世界、客観的実在なんて最初から描画しなくていいじゃないという VR 特化型 OS への移行。つまり量子力学はあなたの主観を更新するだけの道具であり、あなたの外側に客観的な宇宙なんて最初から存在しないという究極の亡命。つまり MWI もキュービズムもコペンハーゲン解釈の観測っていうクソ重いボトルネックを解消するためのアーキテクチャの改造ってことか。どっちに転んでも月は私が見ていなくてもそこにあるっていう当たり前の日常が崩壊してんじゃねえか。そうだね。結果的にそういうことになってしまった。ボーアの使用ですというインスタントなパッチに耐えられなくなった次世代のエンジニアたちが数学を救う MWI か自分を救うキュービズムかという極端な二択を選んでしまった。そしてそこにあるテーマは波動関数プサイは誰の持ち物なのかという問い。つまりどちらを選んでも一番デバッグしにくいシステム特権、得意点なの。持ち物、数式に持ち主なんていいのかよ。要するに今まで管理者不在の最強 OS を作ってたってことか。
そうなのよ。漠然と定義できない宇宙と呼んでただけで、それじゃやっぱり辻褄が合わない。物理学が100年かけて実在をデバッグし続けた結果、最後に残ったのはシステム管理者、ルート権限。管理者は宇宙で、割り当てられた宇宙に書き込まれた一ユーザーなのか、あなたがルート権限を持った神なのか、つまり、観測しているあなたとは何者かという、最も深くて、最も不気味な問いだったのよ。管理者不在なのが主要で完璧な理論だ。で散々いろいろ動かす OS 作ってきて、ルート権限がなくて不具合でまくってます。すいません、管理者様はおられますかって今更聞いて回ってるって、実に間抜けな構図だな。笑えないけど笑えるんだぜ。そう、何も好き勝手言ってるわけじゃなくて、追い詰められた末に出てきた理論なのよ。ところでキュービズムのモヤモヤなんとかしてくれなんだぜ。角を曲がった先にいる別の観測者が確定した宇宙は、俺から見ると波動間スープサイのまんまなんだぜ。じゃあ、エピソード1の最後で投げた、身も蓋もない結論の正体をデバッグしましょうか。あれ、停電か。オイレームどこ行ったんだぜ。ルート権限がなくて不具合でまくってます。すみません。管理者様はおられますか？